はい、皆さんお疲れ様です。もう早速ね、作業の方始まっておりますけども、今回はですね、ミニクーパーの、フロントブレーキですね。こちらの方、これはローターと、ブレーキパッドの交換、こちらをしていきたいと思います。私のね、ミニクーパーなんですけど、これ買って2年になるんですけども、買ってからですね、ずっとね、ブレーキ鳴りが止まりませんでした。でね、一度ね、手入れしたことあるんですけども、それだけではね、全然、キー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 こう鳴り止まない、状態がずっとね続いておりましたので、今回はついに、お金もちょっとね、お小遣い貯まりましたんで、思い切って全部交換していきたいと思います。キャリパー外す時ですけども、助手席側の方にはパッドセンサーがついてるんでね、こいつをキャリパー外す前に取ってください。クリップでね止まってるだけなんで引っこ抜くだけで、非常に簡単に取れると思います。はい、場面変わりまして、こちらは運転席側になるんですけども、基本的な取り外し方は左右どちらも同じになります。で、助手席側だけパッドセンサーがついてね、そこだけがちょっとした違いになっております。ゴロ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 です。フロントキャリパーはこのステーをね外さないと外れません。ボルト2本で止まってます。これね結構ね硬いんで、よいしょ、ショックハンマーとかねあったらいいと思います。悪くねえな。これねクリップね外します。これも普通にポリッと取れます。これね両方上も下もね多分同じ形状だと思います。硬かったらマイナスドライバーとか使って外したらいけると思います。こんな感じですね。はい、これです。でここはね可動部分になってるんで、動きが悪いようでしたらグリスアップとかした方がいいと思います。このクリップも洗っていきます。これね中性洗剤、ワイヤーブラシでもいいと思います。先ほどはね一発目ワイヤーブラシとで何だっけ、洗浄液か、パーツクリーナーで洗いました。こんな感じでね、はい、こんなね感じで、はい、一応ね脱落防止のためにこれだけピピピとつけときます。トルクスの、45ですね。ちょっと大きめのやつです。ここはねそれほど硬くはないです。
ちっちゃいやつ。よいしょ。はい。重たいです。汚いですね。はい、これが新しいパッドになります。よいしょ。はい、これです。前はね、青だったんですけども、今回は、黒ですね。でね、これが2種類。丸いのがついてるのと、ついてないのとあります。基本的にはこれと、これがセットですかね。こうですね。こんな感じで。上下左右はね、一緒ですね。上下は一緒ですね。はい、こんな感じで。これがピストンの方ですね。シリンダー当たるところにつきます。はい、パッドのね、残量ですけど、これスリット入ってますね。こんな感じです。結構ね、消耗してますね。これと比較したらいいかな。はい、こんな感じです。ね、かなりね、減ってますね。はい、ということで、ちょうどね、交換時期でした。まだね、余裕はね、ありそうですけども、はい。なんかね、見えるかな。ちょっとね、こう、クラックじゃないんですけども、なんか変なね、傷みたいな、クラックかな、やっぱ、みたいな履いてますね。ちょっとね、まあ、使用には支障なさそうなんですけども、ちょっとね、気持ち悪いですね。で、段差がね、こうできてますね。この、こっちもね。こうパッドが当たる部分だけこう削れて、で、周りのところが、ちょっとね、盛り上がったような状態になってます。で、キーキーね、ブレーキなりするのは多分おそらくこの端っこがね、盛り上がってるせいもあるのかなと思います。このフロント部分、前の部分も一緒ですね。ここはちょっとね、段差ができてますね。こんな感じで。で、同じくね、ちょっと見にくいんですけども、ここね、段差ができてますね。使用するならば、これは一度研磨とかしてもいいかなと思うんですけども、今回はもう、新しいの購入いたしましたんで、そちらに取り替えていきます。よっこいしょ。重たいわ、これ。はい、こちらですね。はい、綺麗ですね。重たいですね、これ。おお。はい。ピカピカです。はい。これね、逆にね、こっち、内側がこう、低くなってますけどね、ここはね、内側が低くなってるんですけど、はい。で、当然の、ブレーキパッドがね、当たる部分については、全然、段差がありません。はい、こちらもそうですけど、ちょっと手袋が汚いんで、汚れちゃいましたけども、はい。これまた取り付けていきます。はい、それではですね、ブレーキローターの方を取り付けていきます。まず軽く取り付け部分を清掃いたしまして、ローターの方をこういう穴をね、あらかた合わせます。で、取り付けはですね、もうごくごく簡単で、最初に、ついてました小さいネジですね。これがテーパー状になってるので、そのままつけて締め込むだけです。これを締め込むことによってテーパーになってるんで自然とですね元位置の方になるような、構造になっております。だからね間違うことないですね。
はい、OK。はい。よこせと。いててて。はい、それではですね、ブレーキパッドの方なんですけども、これパッドグリスですね。これちびっとだけ入って安く売ってるんで、こいつを泣き止め防止として塗っていきます。このね、もうブレーキ内で結構悩まされたんで、ここはですね、私的にはしっかりとしたいと思います。ミニ購入当初にですね、ブレーキなりで悩まされていた時も、この、パッド部分ですねにグリスを塗って試してみたんですけども、やっぱりですね、今回見てみたらブレーキローターが荒れてたんで、その影響でブレーキなりが止まらなかったのかなと思います。で、グリスについてはですね、こちらクリップでですね、パッドが当たる部分で、この辺に塗布していきます。で、あと一応念のためにキャリッパーですかね、と、ブレーキパッドが当たる部分にも軽く塗布します。で、ローターの方にはね、つかないように注意して作業の方をしております。ローターとかにねついちゃったらウエストでね拭き取りをする必要があります。はい、それではですね、助手席側のパッドセンサーですね、こちらの方の取り替えをしていきます。今回はですね、ブレーキセットということで購入したので、このパッドセンサーも新しいやつがねついてきております。で、取り替えについてですけども、これフロントブレーキのこれ前の方、バンパー側の方にコネクタがついておりますので、まずはタイヤハウスの、内張りをですね外して、で中からちょっとコネクタを引き出す、必要があります。ちょっとですね見にくいんですけども、このライトの辺ですかねにちょっとついてますんで、手を突っ込んで取ってあげれば簡単にね取れます。見えるかな。ここね、白いのあれをクリップにつながっとんで、それを外してで入れ替えます。これね、ここで、これね順番にこれ外していくね。これね、これなんか勝手に、はい、取れました。はい、こんな感じです。コネクターのね形も一緒ですね。センサーもやっぱりなんかこれちぎれかけてるじゃないけど、はい、やっぱり綺麗ですね。はい、多分ね使えると思いますけど、はい、じゃあこれに、はい、付け替えます。どうか、はい、まずねこうですわ。はい、もう普通にカチッとねなりました。あとは、はい、
こっちに止めて、でここかな、クリップをかまして、ね、こうやってね、順番にクリップかまして、はい、こんな感じでね、やっていきます。はい、ブレーキに干渉しないようにして、あとはもうブレーキに差し込むだけですね。はい、こんな感じでね、新しいのはここ飲酒ロックじゃなくてこう止めれるようになってます。あとはねクリップっていうかもう挟み込むだけですね。こんな感じで。はい、それではですね、キャリパーの方を取り付けていきます。キャリパーの方がですね、ピストンが飛び出た状態になっているので、そのままだとここにはまりません。で専用工具とかでピストンをね押し込む必要があるんですけども、私の場合はちょっとねあんまりこう頻度的に使わないんで、木の板とかをですねピストンに当ててフライヤーでゆっくりと押し込むような形で広げております。パチッとこう入れるだけね。はい、OK。はい、ということでブレーキローターと、ブレーキパッドですね、こちらの方交換完了いたしました。なんとかね、素人でもねできましたけども、皆さんねもし交換作業とかするときはこれブレーキなんでねちょっとね注意してください。はい、ということで、今回のロビン君の部屋はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。